5ヶ月ぶりぐらいに会ったマリちゃんはとても綺麗になっていました。お待たせ。服装もなんか垢抜けたし、伸びっぱなしでパサパサ感のあったロングヘアはツヤツヤになり、ちょっと巻かれているし、マリちゃんが口紅をまともにつけているのを初めて見たかもしれない。スキンケアやベースメイクも変えたらしく、肌も綺麗になっています。一体何があったんだと聞いてみると、子供の担任のこと好きになっちゃって。モバ通っている美容院のスタイリストさんがかっこいいとか、そんなのは予想してましたが、まさか子供小学生の担任に恋。この時ではないですが、後に学級写真を見せてもらいました。先生はマリちゃんと同じぐらいの30代半ばぐらい、妻子持ち、背が高く、めっちゃイケメンというわけではないけど爽やかな感じ。ただおでこが若干来てるような気がします。前髪が心もとない。来てるけどいいのかとマリちゃんに聞くと、まだ持ちこたえてるから OK。 先生にとても懐いてる息子さんがよく先生の話をしてくれるそう。俺普段全然授業で手あげないけど、あげたら絶対当ててくれるんだ。ズッキュン。なんていい先生。子供のことをよく見てくれてる。となってしまうらしい。実際にいい先生らしく、小食な息子さんを気遣い、わざわざ給食の量を減らしてくれたりとかも。第三者から特定の人物のいい話を聞かされると好きになりやすいというのはテレビで見たことがあります。とある男性芸能人は、好きな女性ができた時は後輩に命令し、女性の前で自分のことをとにかく褒めてもらうのだそう。マリちゃんも自覚しているらしく、子供の担任が男性、先生の年齢がストライクゾーン、子供が先生のことを好き、子供が先生の話をよくする、好きな先生なのでいい話ばかり聞かされることになる。これらの条件が揃うと危ないとのこと。さらに学校の先生というのは子供に囲まれているから爽やかに見えるし、いい人そう、優しそうにも見えると。それにしてもこの条件結構簡単に揃ってしまいそうな気がするんですが、何もなければ好きな芸能人がいるのと変わらないわけで、心の中は自由であり、好きな人ができても別にいいのかなと、綺麗になったマリちゃんを見て思いました。旦那さんが知ったらショックでしょうから、そこは秘密にしないといけないでしょうが、ただこれは何もなければという話で、マリちゃんはどうもあわよくばと思っている節があるようです。綺麗になってあわよくば先生を落とすぞみたいな、そんな感じが見え隠れします。先生に連絡先聞いたらダメかな。聞いてどうするの？あんたも先生も既婚でしょうが。というか子供は？マリちゃんが変な行動に移すのが先か、先生の前髪が持ちこたえられなくなるのが先か、当時の私は気になってしょうがなかったのでした。マリちゃんのように浮気願望を持った女性を見ると、旦那さんとうまくいってないのかなと思ってしまいます。そういえば今までマリちゃんから旦那さんの話をあまり聞いたことがありませんでした。もしかして女癖が悪かったり、マザコンだったり？旦那は家事育児にも協力的だし、優しくてよく褒めてくれるよ。父ちゃん。ママ、今日も綺麗だね。やないか。しかも髪はふさふさだという。先生は前髪がちょっとピンチ。そんないい旦那さんがいるのに先生にうつつを抜かすとはなぜ？と素朴な疑問をぶつけてみると、夫が優しいと妻は自信を失わないから、気になる人ができた時いけるかもって思っちゃうんだよね。なんつう理論だ。夫がまめに褒めてくれるような人だと、妻は女性としての自信を持ち続けられるので、気になる人ができると私ならいけると思ってしまうと。どうも飛躍している気がするけども、だって気になる人ができた時っていけるかどうかよりも、いやいやこんな感情はダメだみたいなモラルとか家族への罪悪感とか、そっちが先ではないでしょうか。でもそういえば私が若かりし頃、彼氏はいるけど浮気する女子には時々出会ったことがあります。そういう彼女たちの彼氏って聞いた話では優しい人が多かったなぁと。優しいから束縛もあまりしないでしょうし、そういう人の彼女は気持ちの面でも行動面でも余裕があって褒めてくれたりするから、自信を失うこともなくて、残酷な男女の現実がここにある。少なくともマリちゃんのところにはある。もちろん優しい彼氏や夫を持つ女性がみんな浮気するわけありません。広い世の中の一部ではこういうパターンも存在するんだろうということです。とはいえこの時点でマリちゃんがどこまで本気で言っているのか分かりませんでした。しばらくしてまた遊ぼうという LINE が来ました。
マリちゃんとは家が割と遠くて、いつもは数ヶ月に1回ぐらいしか遊ばないので、どうしたのかなと思うと、個人懇談があるの。子供の担任に恋する保護者にとっては一大イベント、個人懇談があるらしい。私の子供の学校でも同じ時期にありますけど、これが一大イベントだとは知らなかったな。個人懇談は先生と1対1で話せる絶好の機会。普段より早いペースで遊びに誘われた私、いつものように喫茶店でおしゃべり。マリちゃんは個人懇談がとっても楽しみなようです。しかも順番が一番最後というプレミアチケットを手に入れたの。ちょっと何言ってるかわからない。お知らせの紙には最も遅い懇談時間が記されていて、それがプレミアチケットになるらしい。順番が最後というのはマリちゃんにとってはかなり特別なことのようです。次に待ってる人がいないので、時間を多少オーバーしても多分大丈夫。先生と長く話せる。次に待ってる人がいないので会話内容を聞かれにくい。どんな会話をする気だ？時間帯の希望は出してなかったのに、私を最後にするなんて。先生も私と長く喋りたかったりして全国の教師の皆さん、お気をつけください。こういう人を懇談の最後にすると変な期待をされますよ。で、順番も最後だしどうするの？先生と仲良くなるべく連絡先でも聞き出す気なのかと思っていたその時、絶好のチャンスなんだけど、でも私が変なことをしたらもう先生は息子の担任になってくれない。それは息子に申し訳ない。急にまともなこと言い出したぞおい。いや、本当にまともなら先生に変なことをしたらという例え話も存在しないんだけども、少しはまともな心が残ってたのですね。息子さんを気にしてはいるようだけど、旦那さんへの言葉が全くないのが気になりますが、とりあえず息子さんにとても好かれているいい先生なので、できれば卒業までにもう一度ぐらい担任になってほしい。マリちゃんが変なことをするわけにはいかないとのことでした。息子さんのことを考えたマリちゃん、当日は息子さんについて聞きたいことを質問したり、学校での様子を聞いたり、先生と保護者として問題ない会話が続きます。しかし一点だけちょっと違うことをしていたのです。見つめる。目があったら先生から視線をそらすまで見つめ続ける。とりあえず見つめる。友達とうまくやってますか？そうですね。これがマリちゃんができる最良にして最大のアプローチだったようです。変な発言をするわけでもないので、保護者からこんなことを言われてと職員室に報告される心配もない。まずいと思ったら人の目を見て話すのが癖でとかごまかしも聞くしで、息子さんにも影響がない。多分あわよくば、なんかよく目が合いますねと嬉しそうな顔で言われるかもしれない。そうなればチャンスが見えてくるかも。というわけで、ただ見つめるという低リスク戦法を取ったようでした。大丈夫か？やたら先生を見つめるマリちゃん。すると先生が気づいた。マリちゃんからやけに見つめられていることに、まあそりゃ気づくだろうという感じですが、そして先生がなんと、テストもよくできてますよ。まさかの見つめ返し。マリちゃんの体感ではありますが、少なく見積もっても7秒、普通に考えて10秒近く見つめ合うことになったそうです。どうしたんですか先生。見つめ返してくれるなんて、これはかなり嬉しいことでしょう、マリちゃんにとっては。マリちゃんの様子は何これ？引くんかい。そこは頑張れよ。いや、応援しちゃダメなんだけども、突然の予想外のことにマリちゃんはタジタジになってしまったのです。しかしそこは先生ラブなマリちゃんなので、それでも10秒近くは見つめ合っていたわけです。その見つめ合いの末、耐えきれずに先に目線を外したのはマリちゃんの方なのでした。お前かい。マリちゃんを見つめ返したので、先生もマリちゃんのことが好きなのでは、そう思いますよね。しかしそうではなかったのです。その後はマリちゃんが見つめても返してはくれず、じゃ3学期もよろしくお願いしますね。個人懇談の規定時間になると逃げるように終わらせてきたのでした。マリちゃんは懇談の順番が最後というプレミアチケットなのです。次に待っている人はいないのです。それなのに先生はすぐに去ってしまいました。先生が一体何を考えているのか、この話を聞いた私には訳が分かりませんでした。しかしその場の先生の様子や空気を体感したマリちゃんには、先生の真意がなんとなく分かったのでした。あの日あの時、先生はマリちゃんの視線に気づきました。なんか見つめられてるな。でも気のせいかな。見てませんなんて聞くのも変だしな。試しにちょっと見つめ返してみるか。
先生はマリちゃんが恋に見つめてきているのかどうなのかちょっと確かめるために見つめ返したのでした。そして結果は10秒近く見つめ合うことに。やべえ、これマジなやつじゃんとなった先生は何か言われる前にさっさと逃げたのでした。先生の視線には愛情なんて感じられなかったのよ。平然として表情も口調も一切変わらなかった。からかわれてるような感じもした。そんなことある？でも実際にその場にいたマリちゃんが言うのだからきっとそんな感じなのでしょう。それにしても見つめられてる気がするから確認のため見つめ返してみるとか。先生、チャラすぎないか？女慣れしているというか、この女なんかこっちを見てきてる気がする。よし、試しに見つめ返してみようなんて普通に合コンでもなかなかできなくないですか？先生に恋するマリちゃんもマリちゃんだが、先生が平然とその上を行くチャラさを発揮してくるとは。いや、先生は何も悪いことはしてないですけど、先生も一人の人間なのですね。職業柄真面目そうに見えてもいろいろな人がいるということですね。ああ、軽くあしらわれた。昇進のマリちゃんなのでした。っていうか何をやっているんだこの人は。先生と見つめ合った個人懇談は2学期の終わり、3学期はもう個人懇談はありません。 PTA にも入っていないマリちゃんはせいぜい授業参観で先生を見るぐらいしかできず、個人懇談は3学期にはもうないですし、授業参観で遠目に見るぐらいしかできないマリちゃん。それでも往生際が悪いのはマリちゃんはたびたびお子さんの習い事がある日など学校に迎えに行っていたからでした。その際過去の担任の先生に遭遇することもあるわけです。なのでお子さんの学年が上がって担任が変わってもどこかでチャンスがとか思っていた様子。しかし春を迎えて新学期になると、先生転勤、さよなら。先同じ県内とはいえ先生は結構遠い小学校に転勤になってしまったのでした。こうなるともうどうすることもできませんね。生ああ、もう自信も全て失った。落ち込みまくるマリちゃん。先生がいなくなっただけでなく全く相手にされなかったので自信を失ったのも答えている様子。というかその自信、旦那さんがせっせと今日も綺麗だねとかマリちゃんを褒めていたおかげで培われた自信でしょうが、旦那は家事育児にも協力的だし優しくてよく褒めてくれるのよ。父ちゃん、ママ今日も綺麗だね。その自信をお前どこで失っとんねんという感じですが、落ち込んでいるので突っ込むのはやめておきました。遠くから通勤してる先生はすぐ転勤しちゃうわよ。今年転勤した他の先生も家が遠い人ばっかりだったと思う。全く役に立たない情報をくれるマリちゃん。マリちゃん個人の感想なので事実かどうかは謎です。いや、先生の家が遠いかどうかなんて知らないし。結構子供たちが先生にどこ住んでるのとかって聞いたりするのよ。それに先生が自転車通勤していれば家が近いんだなーってわかるし、原付やバイク通勤の先生ならナンバーを見ればわかる。おまわりさんこっちです、危ない人がいます。でもいいこともあったのよ。美容とか頑張るようになったもん。確かにマリちゃんは綺麗になりました。先生を好きにならなかったら未だに独身の時に流行ってた眉毛の形にしてたし、髪にレイヤー入れすぎて古臭いのにも気づかなかったと思う。綺麗になったって旦那も喜んでるし。皮肉なものだな。旦那さんのためじゃなくて先生のためなのが悲しい。年齢に合った化粧品に変えて肌も結構綺麗になったよ。いろいろ試しちゃったからちょっとお金かかったけど。そのお金の出所って旦那の給料。ぐす、旦那さんが不憫すぎて涙腺崩壊。いや、もちろん先生のことがなければ美容にお金使ったっていいんですけどね。目的が目的なので。マリちゃんは専業主婦なのです。それにね、辛いことも何気に多かったのよ。そうなの？今まではちょっと小綺麗にしていればそれでよかった。年なんて全く気にしてなかった。でも先生を好きになった途端に気になりだして、若い女の子がみんな敵に見えたの。家庭では妻や奥さんってオンリーワンですもんね。でも恋愛市場では他の女性と競わなくてはいけなくなる30代半ばになっているマリちゃんは若い頃とは違うと感じたのでしょう。先生が転勤して自信を失ったと言ってたマリちゃんだけど、その自信には先生を好きになった時点でもう亀裂が入っていたのかも。一緒に年を取ってくれる家族がいるって素敵なことよね。急に家族の大切さを語り出したマリちゃん。一緒に年を重ねていける家族っていいものだと気づいたようでした。気づくの遅すぎないか？結婚何年目だ？この様子ならもうマリちゃんは大丈夫でしょう。
いい妻、いい母に戻ってくれる。一安心ですが、ちょっと気になることが、この時5月ぐらいで先生が転勤してから1ヶ月以上は経っていました。でも化粧に気合が入っているのか何なのか、ここへ来てまたちょっと綺麗になったような。先生はいなくなったのに今は何のため？まだ美容を頑張ってるみたいだけど、今は旦那さんのために綺麗にしてるの？自分のため？それもあるけど、万が一また何かあった時に綺麗な方が何かといいだろうから。懲りてない、この女懲りてないぞ。またちょっとお気に入りの先生もいるみたいだし、好きというほどではないみたいですが、今のところは。マリちゃんの息子さんに男性担任をつけるのはやめてもらっていいですか？本当に。もし再びマリちゃんが何かやらかしていいオチがついたらまたネタにさせてもらおう。そう思った私なのでした。